皆さんこんにちは。カードモデラーの縫田隆です。今日もカードモデルを制作していきます。今回も GPM のシュナーベルワゴンの制作を行っていきます。今回は車体の製作をしていきます。詳しい内容としては車体各部のパーツの製作、現在メインで使ってますグランツカッターについて、そしてパーツの取り付けとデッキ部分の網戸を使ったディテールアップについてお送りしていきます。この動画では皆様がカードモデルを制作する際のヒントが隠れているかもしれませんので、ぜひ最後までご覧ください。それでは制作に入っていきます。まずは車体の側面の板バネなどの上側につけるパーツになりますね。そちらを制作していきます。続いてはこちらのパーツですね。このように同じ形のパーツを2枚貼り合わせるような場合に使っているのが下村アレクさんの3方向直角出し、角3っていう道具なんですけれども、本来は箱物を作るときに直角を出す道具なんですけれども、こちらを使ってぴったり合うように接着をしています。続いてはフレームの切り出しをしていくんですが、先日の静岡のホビーショーの方で視聴者の方にいただいたんですけれども、グランツカッターというカッターなんですが、とても安定した切れ味なんですよね。今までデザインナイフをメインで使ってたんですけれども、グランツカッターに、もう変わってしまいました。本体自体にも少し重さがあるのと、あと刃がロックされているということと、あと普通のカッターの刃っていうのがだいたい 0.3 ミリぐらいの厚さなんですけれども、このグランツカッターに入っている刃が、0.4 ミリですね。で、少し通常のものより厚いので、それによってより安定感が生まれているんだと思います。こちらがグランツカッターでカットした断面ですね。このフレームが1ミリ厚なんですけれども、本体の重みを利用しながら何回かに分けてカットしていくと綺麗にカットできると思います。もっと薄いものであれば一発でほぼカットできますね。続いて、今レタッチしているのが車体の内側ですね。こちらのスキンになりますね。
それではフレームとスキンを貼り合わせていきたいと思います。今回のように面積が広いパーツを貼り合わせるときは、位置合わせをしてから部分的にずれないように貼り合わせています。続いては車両の前後のパーツですね。こちらを製作していきます。それでは車体の天板っていうんですかね、こちらのパーツを取り付けていきます。続いては車両の前後のパーツを取り付けていきます。
続いては車両の上側の部分っていうんですかね、船でいうと甲板のような部分になると思うんですが、こちらに、印刷でテクスチャーが入っているパーツがありましたので、こちらをちょっとディテールアップしていきたいと思います。今パーツをコピーして型を作っています。先ほど切り抜いた型を元にしてマスキングテープをつけて載せているのが張り替え用の網戸ですね。こちらをこの型に合わせてカットしていきます。続いては外枠を製作していきます。MT ラシャという色紙ですね。パーツの縁を囲うような形になるので、中側を抜いていきます。実際使用する縁はだいたい1ミリぐらいの幅なんですけれども、1ミリまでカットしてしまうと接着がやりづらいので、少し幅を多めに取ってカットしています。先ほどカットした網戸のパーツをカラースプレーで塗装したところですね。で、その上からウェザリングマスターを使用してサビとすすを少しだけ入れてあります。で、これ左右がやったものとやってないものですね。それではまずパーツの方に縁を接着していきます。続いて、内側に、網戸のパーツを貼り付けていきます。この糊付けの時のコツなんですけれども、一旦糊をつけたら、裏側から触って網の間に入った糊を取り除くっていうのが大事ですね。ちょっとそのまま貼ってしまったものに関しては汚くなってしまったんですけれども、2回目はうまくできました。はみ出した部分をカットしていきます。この丸いパーツの付け位置の部分の網を取り除いておきます。それではパーツを裏返して縁ですね、こちらの余った部分をカットしていきます。
ちらでディテールアップが完了ですね。それでは車体のデッキ部分というんですかね、そちらを取り付けていきたいと思います。続いては切り抜きの部分の断面を隠すスキンですね。こちらを貼り付けていきます。続いては今回の動画の冒頭で制作したパーツですね、こちらを取り付けていきます。それでは先ほどディテールアップをしましたパーツを貼り付けていきます。今回はこちらで完成になります。このデッキ部分の網戸を使ったディテールアップがメインになってきましたけれども、我ながら割といい感じにできたんじゃないかなと思います。こういう部分があといくつか出てくるので、そちらも同じように制作していきたいと思います。次回は車体に関連する細かなパーツを制作していきたいと思います。
今回の動画の感想や質問などコメントもぜひお待ちしております。最後までご覧いただきましてありがとうございます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。